野田久です。これから日本語の語順についてお話しします。ゲストとして大堂かりんさんに来ていただいています。こんにちは、大堂です。上智大学大学院の博士前期課程を最近修了しました。スペイン語を専攻しています。まず日本語の語順についての迷信なのかどうかっていう、そのあたりから考えていきたいと思います。日本語の語順について広く信じられていることとして、日本語の語順は自由であるということがあります。例えば10月にコンサートがあったとも言えるし、コンサートが10月にあったとも言える、かなり自由じゃないか。それから日本語のような語順は少ないというのも広く信じられています。日本語ではケンが部屋を掃除したという形で主語、目的語、動詞という順番になってますが、例えば英語だとケンという主語が来て、クリーンドという動詞が来て、それから the room という目的語が来ると。で、こういう英語の方の語順の方が多いんじゃないかというようなふうに思っているということがあります。実際にどうなのかっていうのを少し考えてみましょう。日本語の語順は自由かということですけれども、コンサートは10月にあったっていうのは普通ですけれども、10月にコンサートはあっただとどうでしょう。かなり不自然になるんじゃないでしょうか。それからあったコンサートは10月になると、書き言葉ではまず無理でしょう。話し言葉でも思いつくままに話したという感じになってしまうと思います。それから和コンサートに10月あった。これはもう全然おかしいと思います。ですから日本語の語順はそれほど自由ではなさそうだっていうことが予想されます。それから日本語のような語順は少ないかという点ですけれども、山本秀樹2003世界諸言語の地理的系統的語順分布とその変遷に示された約3000の言語の調査によりますと、主語、目的語、動詞っていう日本語と同じ語順の言語は 48.5%、主語、動詞、目的語という英語と同じ語順の言語、こちらは 38.7% となっています。ということは日本語のような語順はむしろ多いんじゃないかということが予想されます。それでは次、これからのお話の構成についてですけれども、述語成分と覚成分ということで、例えばケンが部屋を掃除したという文があります。で、掃除したというこの述語の部分、これが最後に来ます。それからケンがという覚成分、部屋をという覚成分が前に来ています。で、述語成分が文の最後に来るという、これはもう日本語の鉄則になります。これは動きません。それから次、覚成分動詞の語順、これについては次に考えていきたいと思います。それから、覚成分の内部、ケンとガの語順ですね。こういうものをその後考えたいと思います。そして述語成分の内部の語順、つまり掃除しと他の語順、こういうものをその後考えます。さらに副詞的成分ですね。例えば昨日とかしっかりとかいうこういう副詞的成分が出てきた時の副詞的成分動詞の語順がどうなっているかというのをまたその後考えたいと思います。そして最後に日本語以外の言語の語順についても見ていきたいと思います。それでは覚成分動詞の語順ですけれども、覚成分の基本的な語順としては、ケンが美咲にチョコをあげたという、こういう文で考えますと、述語成分はもちろん最後に来ます。で、がが来て、にが来て、おが来るという、これが基本の語順になります。ただ意味による覚成分の語順の違いというのも見られます。先ほどのこの文に比べてちょっと違う語順があります。例えば頂上にお城があるという、これは最後
述語成分ですが、長上にというにが最初に出て、その後にがが出てきてます。でこれは何が違うかというと、このにが、存在の場所を表すにです。先ほどの岬には相手を表すにです。にといっても違うになので、順序が違ってきます。それから例えば剣が部屋をきれいにしたという、これはもちろん述語成分最後ですが、がが来ておが来てにがその後に出てきてます。このにですが結果を表すにということになります。大堂さん、このにの結果後ろに来るのをどうしてかって何か分かります？でも結果を表すっていうことは文の後ろの方に来そうだなっていう予想ですね。そうですね。これ結局きれいにするのは部屋ですよね。で、部屋がわからないのにきれいにということだけ分かってもね困るわけですよね。だから部屋がまず出てきて、それからきれいにっていうのが出てくるという、これが論理的な語順になってるんだろうと考えます。それから主題による覚醒文の語順の違いですが、剣が岬にチョコをあげたに対して剣は岬にチョコをあげたという文になると、この剣はというのは主題です。その文が何について述べるかを表す部分です。こういう主題っていうのは前の方に来ます。この剣がはもともと前にあるので分かりにくいですが、例えばチョコを主題にしてチョコは剣が岬にあげたにした場合、このチョコっていう主題は文の前の方に来ます。それから例えば頂上にお城があるっていう文で、お城がを主題にして和にすると、お城は頂上にあるという、お城は前の方に出てきます。こういうふうに主題が前に来るということがあります。これは主題っていうのはこの文が何について述べるかを表すタイトルみたいなものですから、前に来るということですね。それから指示語による覚醒文の語順の違いというのも見られます。例えば剣が岬にチョコをあげた、岬は弟にそれを食べさせたっていうこの文ですが、多分こういうふうにした方が自然じゃないかと思います。多いんじゃないかと思います。剣が岬にチョコをあげた、それを岬は弟に食べさせたっていう。これ大堂さんどうしてか分かります？でも上の文の岬は弟にそれを食べさせたの語順でも結構自然に感じるんですけど。そうですね。上ももちろん大丈夫なんですけども、多分下にした方が、特に後ろが長いと下にした方がいいっていうことになるんですが、なぜかというとこの指示語ですが、これは何かを受けてるわけです。この場合はチョコを受けてますよね。そうすると、チョコからこの指示語までの距離ですね、上はちょっと長い、それに対して下の方が短い、やっぱり近くに置きたいという、指示語は前の部分を指すことが多いので前に来やすいということだろうと思います。それから覚醒文の長さによる覚醒文の語順の違いっていうのもあります。山田さんが去年買ってまかずにそのまま置いてあったコスモスの種を庭にまいてくれたという文、これは多分下の方が自然だと思います。去年買ってまかずにそのまま置いてあったコスモスの種を山田さんが庭にまいてくれた。これは短い成分と長い成分の順序ですね。長い成分の方が前に来るっていう方が自然だっていうことになるんですが、これどうしてか分かります？これスペイン語だとこうならずに、むしろ長い成分が後ろに来る気がするんですけど。はい。そうですね。日本語の場合まずですね、山田さんがまいてくれたにかかっていきます。でこれ上だとここまで非常に長いですよね。下だと山田さんが
まいてくれたにかかってますが、もうすぐですよね。だから近いところに置いてあった方が分かりやすいということだと思います。で、多分スペイン語の場合はこの述語が前の方に来ると思うので、その場合はちょうどこの逆になって、長い方がむしろ後ろっていうことになってるんだろうと思います。それでは次、各成分の内部の語順です。述語成分があってその前に各成分が来ますが、各成分山田さんがというこの部分は名詞があってその後ろに各を表す要素が出てきます。修飾語がついた時、大阪の山田さんが来るになります。名詞を修飾する部分は前に来ます。この本を書いた山田さんが来るでも同じです。こういう順序になっているの、これどうしてか分かります？へえ、なんでこの順番なのかなと思ってちょっと不思議に見てたんですけど、スペイン語だとこの順番逆になりますね。日本語、はい。特有なんでしょうか。はい。まず日本語の場合ですが、がっていうとかおとかにとか、この各を表す要素は山田さんと来るっていう、この関係を表しています。それに対してこの本を書いたは山田さんとは関係しますけれども、来るとは直接関係しません。ですから来るに関係あるものを近くに置いて、関係ないものを逆に置くっていうことだと思います。で、多分スペイン語の場合はもうこれも全部逆になるので、述語成分が前の方に来るので全部逆転すると、そういうふうになってるんだろうと思います。それでは次、述語成分の内部の語順に移ります。述語成分の内部の文法カテゴリーと語順ということなんですが、例えば並べられていなかったですねというちょっと複雑な述語ですけれども、こういうものがあった時、こういうふうに分かれてきます。並べという述語の語感、られっていうボイス、定位っていうアスペクト、中っていう肯定否定、他というテンス、ですっていう丁寧さ、ねというモダリティを表すっていう、こういう形で並んでいくというのが原則になります。これは前の本が自体についての客観的なこと、後ろに行くほど話しての主観的なことと言ってもいいかと思います。具体的に見ていきますと、述語の語感っていうのは食べるの食べ、新しいの新しい、静かだの静か、雨だの雨というこういう部分です。ボイスっていうのは食べさせるのさせ、見られるのられみたいなもの、これは述語の語感の後に出てきます。それからアスペクトですが、見られているっていう状態を表す、食べさせ始めるの始まりを表すもの、食べさせ終わるという終わりを表すものなどがありますが、ボイスの後に出てきてます。それから肯定否定ですが、見られていないっていうふうに、ないで出てくることが多いんですが、アスペクトの後に出てきてます。それからテンスですが、他で表されます。これは肯定否定を表す中の後に来ています。それから丁寧さを表すもの、見られていなかったですの場合はですが、テンスの後に出てきています。ただこの見られていなかったですと同じ意味で見られていませんでしたというのもあります。こちらの方が書き言葉としては普通かもしれません。でこの場合ちょっと変わってるんですが、弟子っていう後ろの方がテンスの他の前に来てますね。それからませっていうのがまた別にあってという非常に不思議なことになっています。この場合ちょっと乱れているというね、いうことになると思います。乱れてるっていうのはどういう意味ですか？はい。
まあ普通に考えるとっていうか、理論的に考えると丁寧さっていうのはテンスの後に来て普通っていうことなんですけども、丁寧さは相手に対してのことなのでテンスより主観的なもんなんですね。ですから後ろに来て当然なんですけども、日本語の場合「ませ」と「弟子」っていう2つが出てきてるっていうのも不思議ですし、位置も非常に変わってる。これはいろんな歴史的な経緯でこうなってるということです。それから次モダリティですが、見られていなかったですよのよのようなもの最後です。それから明日は雨らしいのらしいとか来てくださいのてくださいとか3歳ですかのかっていう質問を表すようなもの、こういうものもモダリティになります。このらしいの部分ってスペイン語だと結構前に来ることの方が多い気がします。はい、ありがとうございます。これもね、多分スペイン語ではもうある意味逆になるんですよね。だからこれとちょうど逆のような順序になると、大まかには言えると思います。もう何でも逆になるものってあるっていうことなんですけどね。はい。それでは次、副詞的成分動詞の語順です。副詞的成分の種類と語順ですが、例えば多分明日彼が突然ここに来るよっていう場合、多分っていうのはモダリティを表す副詞的成分です。明日というのはテンスを表す副詞的成分です。突然はアスペクトを表す副詞的成分になります。こういう順序で現れます。それから例えば彼はめったにわざとゆっくり話さないであれば、めったには肯定否定を表すと同時にアスペクトも表す副詞的成分になります。わざとはボイスを表す副詞的成分、ゆっくりは述語の語感を表す副詞的成分になります。丁寧さを表す副詞的成分というのはありません。でこの語順ですが、まとめるとこういう形でモダリティ、テンス、肯定否定、アスペクト、ボイス、述語の語感というふうに、並びます。これはちょうど述語成分の内部の語順、先ほど見ていただいたものと逆になります。はい、ここでも逆っていうことが起こってます。それでは最後に日本語以外の言語の語順について見ていきたいと思います。日本語以外の言語を考えるときは、まず成分動詞の語順と成分の内部の語順を分けて考えるっていうことが大事です。それから表面的な違いの奥にある共通性を見つけるっていうことも大事です。それから多くの言語に共通しそうな原理を考えるということも必要です。それから語順の原理を乱している要因がある場合はそれにも注意しないといけないと思います。この他の言語のことは皆さんにも考えていただきたいと思うんですけれども、まず成分動詞の語順と成分の内部の語順ですが、成分動詞の語順はある程度はどの言語でも自由度があります。日本語の場合、岬にチョコをあげた、チョコを岬にあげたでも大丈夫でしょう。成分の内部の語順はどの言語でもほとんど自由度がないと言っていいと思います。日本語の場合、並べられていた、これを並べていられたにして同じ意味にはならない。そもそもこういう順序を変えられるということも非常に少ないです。これは言ってみればこれ原子なんですけれども、成分っていうのはもう周りを原子核の周りを回ってる電子みたいに結構自由に動いてるんですが、原子核の陽子と中性子はもうほとんど動かないで真ん中にいるっていう、こういうイメージかなと思います。それから表面的な違いの奥にある共通性ですが、表面的には語順が大きく違うように見えることがあります。日本語の山の頂上から、これは英語で言うと、こういう順序になります。山っ
っていうのが英語で言うと最後に来ます。のがその前ですね。で頂上がその前からがね最初に来てます。そうすると全然違うなと思うかもしれないんですが、向きが違うだけで語順は全く同じと言えると思います。言ってみれば電車で東京から大阪行く時1号車が先頭なんですが、帰りは4号車が先頭になりますが結局同じ電車ですよね。なんかこんな感じだろうと思います。このイラストすごいわかりやすかったです。そうですか。はい。これスペイン語と日本語もこんな関係ですよね。はいはい。そうです。まさにその通りだと思います。それから多くの言語に共通しそうな原理として、文の主題は文の前の方にっていうことがあります。チョコはっていう主題は前の方。それから指示語は文の前の方っていうね、日本語の場合の説明はしましたが、他の言語でもあるんじゃないかなと思います。それから長い成分は述語成分から遠くに、日本語の場合は前の方にですが、他の言語だと述語が前に来る言語だと後ろの方に、とにかく遠くにっていうことになります。それから語順の原理を乱している要因というのがあることがありますので気をつけないといけません。言語接触などによる複数の原理が混交しているという場合があります。違う語順の言語が周りにある言語はそういう言語との影響を受けたり混交したりしてちょっと乱れているようなことがあります。それから英語とか中国語、これもちょっといろいろ変わったことがあるので注意しないといけません。それから歴史的な経緯による語順の乱れっていうのもあります。日本語の場合は丁寧さを表すですとますですね。ですとますで語順が違うという。そもそもですもますも丁寧さを表すのに2つあるっていうところから変なんですけれども、結構乱してます。私の予想ではこれ将来的には多分ますはなくなっても全部ですになって、そうすると語順もきれいになりますからね、100年後200年後300年後にはですだけになってるんじゃないかなと思ってます。はい、最後まとめになります。隔成文動詞の語順としてはが、に、を、それから最後述語成分ということをお話ししました。それから文の主題、指示語、長い成分は文の前の方にっていうことでした。それから隔成文の内部の語順ですが、名詞を中心に後ろに格を表す要素、前に名詞修飾部が来るということでした。それから述語成分の内部の語順ですが、述語の語感、ボイス、アスペクト、肯定否定、テンス、丁寧さ、モダリティ、こういう順序に並ぶということでした。それから副詞的成分の語順はモダリティ、テンス、肯定否定、アスペクト、ボイス、述語の語感という順番、これは述語成分の内部の語順と逆だということでした。で日本語以外の言語を考えるときは、成分動詞の語順と成分の内部の語順を分ける、表面的な違いの奥にある共通性を考える、多くの言語に共通しそうな原理を考える、語順の原理を乱している要因を考えると、こういうことが大事だということで、ぜひいろんな言語のことを、その語順のことを皆さんに考えていただきたいと思います。主要な参考文献を紹介しておきます。日本語の語順については佐伯哲夫の現代日本語の語順があります。世界の諸言語の語順については山本秀樹世界諸言語の地理的系統的語順分布とその変遷があります。それから私が書いた語順についての文献もあります。ご清聴どうもありがとうございました。大戸さんもありがとうございました。ありがとうございました。はい、以上になります。ありがとうございました。